不動産屋さんの怪談です。これは私の怪談によくお話を提供していただいている霊能者の三田さんのご自身にまつわる不思議な体験談です。三田さんには彼女が霊媒師になるきっかけをくれたとても霊視に長けた霊能者の知り合いがいるそうなのです。つまり彼女の師匠のような方だと思います。さて三田さんはずっとある幼少期の奇妙な体験を覚えていたのですが、どうしてもそれが腑に落ちなかったので、ある時その霊能者の方にその時の体験を聞いて検証してもらったそうです。それはこんなお話でした。三田さんがちょうど小学校に上がるくらいの頃でした。三田さんは今でもはっきり覚えているのですが、夜いつものように自宅で寝ていたそうです。ところが目が覚めると、三田さんは彼女の祖父母の家で寝ていたのです。自宅で寝たのには間違いないのに、起きたら祖父母の家に変わっていました。祖父母の家は神奈川にあり、築200年ぐらいの歴史ある古い屋敷で、周りには畑や竹やぶがあったそうです。江戸時代末期には名の知れた拝み屋さんで、徳川慶喜も来たことがあるくらいの霊能者一族の家でした。話を戻しますが、三田さんは目が覚めると、祖父母の家のいつもお泊まりの時の部屋の布団の中にいました。それは8畳の和室で、その和室には家族4人分の布団が敷かれていました。三田さんはお兄さんとお母さんに挟まれて、川の字の真ん中の布団でいつも寝ていたそうで、その3人の頭上に横向きに布団が1つ敷かれていて、そこにいつもお父さんが寝ていたそうです。その目が覚めた時もいつもと同じレイアウトで布団が敷かれていたのですが、三田さん以外家族は誰もいませんでした。布団だけがあり、家族の姿はどこにもなく、居間に続く襖を閉まったままでした。両親が先に起きている時はいつもその襖は開いていて、隣の部屋で朝食を食べているのが見えるのが普通でした。三田さんは最初、朝が早すぎて祖母とお母さんが台所で朝ごはんの支度をしているのかなと思ったそうです。でも何の音も聞こえてこなかったのです。朝なのに布団だけあって、誰の気配もなく、物音一つしない。子供ながらも何かがおかしいのが分かりました。夢を見ているなら覚めるはずですが、柱時計はさっきより10分進んでいたそうです。幼い三田さんはこの部屋から動こうかやめようか迷いました。でもやっぱりここから動かなきゃと思ったそうです。そしてそっと襖に手をかけて開けようとしました。ところがなぜか三田さんは躊躇したのです。開けようと思うのに開けるのを戸惑ってしまう。何かに開けない方が良いと言われているかのようでした。そんな状態が続き、ついにお母さんと叫ぼうと思いましたが、なぜか声を出してはいけないと直感的に思ったそうです。そして怖くなった三田さんが出した結論は、また寝れば誰かが起こしに来るだろうということでした。そこで眠くはなかったのですが、また布団に潜り込みました。そして周りの音が聞こえなくなるように耳を両手で塞いで、これは夢だ、これは夢だ、寝ろ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 と5分ぐらい念じていたそうです。それから寝てしまったのかどうなのか分かりませんが、母親に起こされて目が覚めました。するとそこはいつもの自分の家だったのです。ほっと胸をなで下ろし、幼い三田さんはお母さんに、ママ、私が寝ている間、おばあちゃん家に行った?と聞くと、なんで?と言うので、目が覚めたらおばあちゃん家で寝てたからと今さっきまであったことを話しました。すると母親は、夢でも見ていたんでしょうと一生に付し、これからみんなでおばあちゃん家に行くけど、と言ったそうです。三田さんはそれを聞いて少し怖くなりました。父親にも確認すると、たまに現実みたいな夢があるんだよ。触っている感触があったりとかね。と言って同じく笑っていました。でもどうしても三田さんは、この時の体験が夢とは思えず、納得がいかなかったということでした。
さてそこまで霊能者の師匠に話を得ると、師匠の方は早速霊視を始めました。そして三田さんが全く話していない三田さんの祖父母の家の秘密などを言い当てたということでした。すると最後の最後にこう言ったそうです。ふすま、開けんでよかったな。開けてたらお前さん死んでたよ。それを聞いて三田さんは血の気が引いていきました。そして師匠は、確かに夢のようだが実は夢ではない。異空間に飛ばされたんだな、と言いました。異空間と聞いて三田さんはすごく腑に落ちたそうです。ただあの襖の先がどうなっていたのかまでは教えてくれませんでした。さてその後修行を積んで力をつけた三田さんは自分自身でもあの時のことを霊視してみたそうです。そして分かりました。襖を開けなくて本当によかったと思いました。あの襖の向こうはこの世ではありませんでした。そこは空間が渦を巻いていて、まるで竜巻の中かあり地獄のような異次元の穴のようになっていたそうです。もし襖を開けていたら、その瞬間あの穴に吸い込まれ落ちてしまい、二度とこの世に戻ってこれなかったと分かりました。空間が渦を巻いているところは異世界への出入り口だと聞いたことがありますが、私の霊感のある友人も恐山でそれを見たと言っていました。おそらくある特定の強い霊場にはそういった異世界の扉が存在するのかもしれません。三田さんが飛ばされた異空間は祖父母の家のようでしたが、霊能者一族である三田さんの祖父母の家が実際にそういった磁場だったのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。